1999年11月13日、愛知県名古屋市西区で一件の殺人事件が発生しました。明確な手がかりを残さんまま、この事件はおよそ26年もの長い間、迷宮入りすることとなります。しかし、2025年10月31日、誰も予想しなかったその瞬間、ついに事件の真犯人が逮捕されました。発生当初は社会的に大きな関心を集めましたが、捜査が長期化するにつれ、マスコミや大衆の記憶から徐々に薄れていっていました。しかし、26年間決して止まることのなかった一人の執念と科学捜査技術の飛躍的な発展が重なり、事件は全く新しい局面を迎えることになります。今日はこの時間、散らばっていた過去に16年の記録を振り返り、名古屋市西区主婦殺害事件お全貌を最初から再構成してみたいと思います。1999年11月13日午後2時30分頃、名古屋市西区のあるアパートから一通の通報が入ります。電話をかけた通報者は、そのアパートの大家であり、事件現場を最初に目撃したのはその妻でした。当時、大家の妻は住人たちに柿を配るために訪問していましたが、被害者宅の中から幼い子供の泣き声とテレビの音が聞こえてくるにもかかわらず、インターホンを鳴らしても何の反応もない点を不審に思いました。心配になり、そっと玄関のドアノブを回してみたところ、鍵はかかっておらず、彼女はすぐに家の中を確認しました。その瞬間、玄関の廊下から今の方へ倒れている被害者を最初に発見することになります。その後、彼女の悲鳴を聞いた夫であるアパートの大家が駆けつけて状況を確認し、直ちに警察に通報しました。通報を受けて出動した警察が現場に到着した当時、被害者はすでに死亡している状態でした。特異な点は、被害者が倒れていた向かい側のテーブルに当時2歳だった息子の浩平君が一人で座っていたという事実でした。犯人は被害者を殺害した後、子供には何の危害も加えず現場を立ち去ったものと把握されました。身元確認の結果、被害者は当時32歳の主婦高場奈美子さんと判明しました。彼女は夫の高場悟さん、そして2歳の息子浩平君と共に穏やかな日常を送っていた平凡な主婦でした。あの日、果たして現場では何が起きていたのでしょうか。警察は捜査が進むにつれ、被害者である奈美子さんの事件当日の動線を真っ先に把握しました。前日から子供に高熱の症状があり、彼女は事件当日の朝、子供を連れて病院を訪れる計画でした。夫を送り出した後、午前11時10分頃に子供と共に病院を訪れて診療を終え、午前11時50分頃に帰宅したことが確認されています。しかし、この過程には明確に説明がつかない時間帯が存在しました。午前9時頃、彼女は出勤中の夫との通話で、もうすぐ子供を連れて病院に行く予定だと話していたことが分かっています。しかし午前9時30分頃、自宅を訪問した宅配業者は、インターホンを押したものの何の応答もなく、彼女に会えなかったと供述しています。続いて病院側の看護師も、午前10時20分と10時40分の2回、自宅に電話をかけましたが、彼女は電話に出なかったことが確認されています。自宅から病院までは自転車でわずか5分の距離でした。しかしこの短い距離とは裏腹に、病院への到着時刻は午前11時10分と記録されました。つまり彼女には当日午前、少なくとも30分から長くて2時間に及ぶ行動の空白が発生しており、この時間帯は初期捜査段階において最後まで解消されない重要な疑問点として残ることになったのです。その後、午前11時40分頃、ある住民はアパート北側の駐車場で洗車をしていました。彼はその間見知らぬ人や不審な人物がアパートに出入りする様子は見なかったと供述しました。ただ、洗車を始めたばかりの頃、被害者と幼い息子がいつしょにアパートの中には行っていく場面を目撃したと話しました。残念ながらこの場面が被害者の生前最後の姿とした確認されたのです。正午を少し過ぎた午後12時30分頃、被害者の友人が自宅に電話をかけましたが、応答はなかったといいます。友人は午後2時までにさらに2回電話をかけましたが、ついに繋がらなかったと供述しました。一方別の住民は午前中の時間帯に
被害者宅から争うような声が聞こえ、午後1時頃にドンという大きな振動音が聞こえたと供述しています。同じ頃、近くで車を駐車していたまた別の住民も、被害者宅の方角からタンスを動かすような大きな音を聞き、直後に誰かが階段を急いで降りてくる足音を聞いたと証言しています。警察はこれらの証言を総合し、被害者は正午前後に犯人と遭遇した可能性が高く、犯行は午後1時頃に発生した可能性を提起しました。解剖の結果もこれを裏付けていました。死亡時刻は発見時点から少なくとも2時間から3時間前と推定され、これを全体の行動と照らし合わせたとき、被害者の死亡時刻は正午から午後1時の間、さらに絞れば午後12時30分前後が最も有力な時点であると判断されました。発見当時、被害者の首には鋭利な凶器による多数の刺し傷が確認され、両手には犯人に抵抗した際にできた防御創も発見されました。被害者を刺した凶器は結局発見されず、家の中にあった包丁の中で亡くなったものはなかったため、警察は犯人が最初から凶器を持ってやってきた可能性が高いと推定しました。解剖の結果、彼女の直接的な死因は出血多量と判明します。そして玄関近くには掃除機が出されており、テレビはついたままでした。食卓の上には食べかけのみかんとすでに綿が伸びきったカップラーメン、そして正体不明の乳酸菌飲料が置かれていました。夫は食卓の上の乳酸菌飲料について普段家族誰も飲んだことのない見慣れない製品だと証言しました。得意な点は容器にストローを使わず蓋に穴を開けて飲んだ痕跡があり、一部の中身が食卓ではなく原稿案側に吐き出された痕跡も確認されたという点でした。一方、血痕は大きく3カ所で発見されており、被害者の頭の周辺、玄関正面の廊下から洗面所へっつく区間、そして玄関廊下から玄関ドアの前へと向かうこの3つの区間でした。玄関マットからは韓国政府婦人靴サイズに14センチメートルの足跡が発見されました。また洗面台では血を洗い流した痕跡が確認されましたが、ここから採取された血痕は被害者とは異なる B 型であることが確認されました。犯人は犯行後、洗面所で手についた血を洗い流した後、玄関ドアの覗き穴から外部の状況を確認して逃走したものと推定されます。そのようにアパートを抜け出した犯人はすぐに近くの道路に沿って移動しました。血痕は約500メートル離れた地点まで続いており、直線距離では徒歩約6分ほどかかる距離でした。しかし犯人は大通りを避け、入り組んだ路地に沿って移動しました。警察はこの経路選択が人目を避けようとしたか、あるいは当該地域の地理に詳しかったためである可能性を示唆していると判断しました。その後、近所の公園駐車場のトイレでも血を洗った痕跡が発見されました。調査の結果、この血痕は被害者宅の洗面台で確認されたものと同一人物のものであることが判明しました。これは犯人が犯行過程で手を怪我したか、もみ合いの途中で負傷したことを意味していました。同じ時間帯、ある住民は40代から50代に見える女性が手に血を流したまま公園の方へ歩いていく姿を見たと証言しています。また別の住民も近くで血痕のついた腕を抱えて歩いていた女性を目撃したと証言しました。その後、公園近くに位置する NTT 社宅の周辺では犯人が少しの間とどまっていた痕跡が発見されますが、血痕はその地点で途絶えていました。警察はルミノール反応を利用して逃走経路をさらに追跡しようとしましたが、事件翌日に降った激しい雨により大部分の痕跡は洗い流された状態でした。これらの目撃者の証言と現場鑑識の結果をもとに、警察は犯人のモンタージュとプロファイルを作成することになります。容疑者は40歳から55歳くらいの女性、身長約160センチメートル、頭であるパーマのかかった髪型であると推定され、血液型は B 型、犯行当時はかかとの高い24センチの靴を履いていたと特定されました。このように捜査書記には血痕、足跡、目撃証言など犯人を指し示す多数の状況証拠が確かに存在し、警察はこれらを通じて犯人が女性である可能性、血液型が B 型である点、そして行動の空白からつながる被害者と面識があった可能性まである程度の輪郭を描くことができました。特に現場で発見された正体不明の乳酸菌飲料は
西区ではなく約35キロ離れた西三河地域で販売されている製品であることが確認され、犯人が持ってきたものと推定されました。しかしこの手がかりは事件現場の様々な状況と相まって犯人は飲料の訪問販売員だったという説から始まり、西三河地域の居住者だった。さらには西三河地域の居住者に見せかけるためのトリックを使ったのだ。など様々な推測と謎を生み、むしろ捜査に混乱を招くことになります。結局、捜査チームは被害者がどこかで受け取ったものを飲んだ可能性があるという方向で暫定的な結論を下すことになりました。このように数多くの状況と仮説があったにもかかわらず、そのどこにも犯人を特定できる決定的な証拠は存在しませんでした。これにより捜査は様々な可能性だけを残したまま確定的な結論には至らず、この事件はそのように長期未解決事件へと入っていくことになります。しかし被害者の夫悟さんは万が一は付検されるかもしれない手がかりのために毎月家賃を負担し、事件現場をそのままの形で保存しました。ですが当時の現実の壁は高いものでした。1999年当時の科学捜査技術では微量の血痕だけで個人を特定できる DNA 分析は技術的に不可能な状態でした。2002年前後 DNA 分析技術が導入されましたが、状況は好転しませんでした。夫の努力で現場は保存されていましたが、確保された血痕は極微量な上、時間がかなり経過した状態でした。分析の結果、身元不明の DNA が存在するという事実だけが確認されたに過ぎませんでした。結局、対象群不足 T によりその DNA の持ち主を解く UT する段階には至ることができませんでした。2005年以降、DNA データベースの構築が本格化しましたが、この時期もやはり容疑者の DNA が確保されない限り、決定的な照合は依然として難航せざるを得ませんでした。捜査が足踏み状態に陥ると、夫の悟さんはまた別の戦いを始めます。この事件は2014年9月に控訴時効が満了する予定でしたが、彼は妻の死が永久に迷宮入りとして葬られるのを防ぐため、殺人事件被害者遺族の会である空の会の代表幹事として活動することになります。その結果、2010年の刑事訴訟法改正を引き出し、殺人罪の控訴事項廃止へとつながることになります。それにもかかわらず、依然として技術的限界と対象群不足という現実に直面し、捜査は数十年間足踏みを繰り返さざるを得ませんでした。時間は無情にも流れ、事件は26年の間に未解決のまま残ることになります。現場には多数の手がかりが存在しましたが、犯人を特定する決定的な証拠が不足し、事件は次第に欧州の記憶の中で忘れ去られていきました。その過程で説明がつかない捜査の空白を埋めるための様々な推測と論争が後を絶ちませんでした。韓国政府人物の足跡に対する議論、乳酸菌飲料を通じた生活圏の推定、夫の内縁関係及び保険金関連の疑惑、26年間に示された賃貸契約の問題、被害者の実母による報復説及び男性共犯の可能性、トゥーソールトと NTT 社宅付近での目撃情報まで、これらすべては明確な真実が不在の状況から派生した確認されていない仮説として残ることになったのです。しかし2020年代に入り、状況は急変し始めます。微量、劣化した DNA 分析技術の飛躍的な発展により、数十年前の証拠物からでも安定した DNA プロファイルの抽出が可能になったのです。このような技術的変化の中で、2024年、本事件は全く新しい捜査局面を迎えることになります。愛知県警は再捜査のため既存の容疑線上にあった5000人余りの人物の中から可能性の高い数百人を絞り込み精密捜査に着手することになります。同年4月、名古屋西警察署に新しく赴任した川田刑事は当該事件を担当し、被害者家族の周辺人物など約2000人のリストを再び確保することになります。そして彼は遺族の前でこの中に必ず犯人がいます。犯人を必ず捕まえてみせると断言した人物として伝えられています。そしてついに2025年10月、ある60代の女性が有利欲な容疑者として浮上します。警察はこの女性に対して何度も参考人調査を行い DNA の提出を求めましたが、彼女は最後までこれを拒否しました。それでも警察は要請をやめず、ついに2025年10月、彼女は DNA 鑑定に応じることになるのですが、
鑑定結果が出る1日前の10月30日、彼女は自ら名古屋西警察署を訪れ、犯行の一切を自白します。翌日の10月31日、現場で確保された DNA と彼女の DNA が一致し、血液型と靴のサイズも全て合致することが最終確認されます。警察は事件当時43歳だった安福久美子容疑者として逮捕することになります。逮捕当時、彼女の年齢は69歳でした。彼女は1956年生まれで、旧姓は山口と確認され、被害者の夫高場悟さんと愛知県の維新高等学校の同級生であり、ソフトテニス部の部員として共に活動した履歴が確認されています。地域の子ども会や PTA 活動をするなど長い間平凡な主婦として生きてきた人物と把握され、対外的に現れた問題点としては近隣との些細なトラブル以外には見当たりませんでした。取り調べの過程で彼女はもう逃げたくない、事件の日付が近づくたびに息が詰まった、新聞であの日を扱った記事を見るだけで胸が締め付けられたと自白したと伝えられています。自白後は黙秘権を行使し、正確な犯行の動機は最後まで明確には明かされませんでした。しかし警察は彼女が学生時代に悟さんに告白して断られた経験、その後の結婚生活が順調ではなかったという周囲の証言、そして犯人が衝動的に殺人を犯した可能性が高いという中査血化を総合し、嫉妬心に起因した犯行と推定しました。当該事件を分析した臨床心理士も、やはり彼女の結婚生活が期待したほど幸せではなかった可能性があると分析しました。続いて被害者の奈美子さんを自分が享受できなかった幸せを持つ存在とみなし、その幸せを壊そうとする歪んだ衝動が起きたのかもしれないとし、気を絶された愛に対する執着と嫉妬心が入り混じり、感情が爆発したように見えると推定しました。またある新聞報道によれば、彼女は犯行の約5ヶ月前、20年ぶりに開かれた同窓会で悟さんと再会した後、彼の近況に触れ、毛の感を感じた、女性や育児などに対する考え方が嫌いだったと供述したことが知られています。警察はこの再会が事件の引き金になった可能性を念頭に置いて詳しい経緯を調査しており、名古屋地検は犯行当時の精神状態と刑事責任の能力を確認するため、鑑定留置の手続きに着手することになります。そして事件当初からミステリーとして残っていた乳酸菌飲料に対する疑問もこの時点で解明されました。彼女は自分を飲用の販売員と偽って審を進め、その過程で奈美子さんがドアを開けるよう誘導したと供述しました。この事件が26年間解決されなかった理由は、単に手がかりが不足していたからだけではありませんでした。事件当時現場には血痕と足跡、そして様々な目撃証言まで捜査に活用できる要素が確かに存在しました。しかし1999年、当時の科学捜査技術はこれらの手がかりを今のように精密に結びつけ、一つの結論へと導き出せるレベルには至っていませんでした。結局この事件は証拠がなくて解けなかった事件ではありません。証拠は最初から存在していましたが、その証拠を最後まで活用できる科学技術と捜査環境がまだ整っていなかった事件として記録されました。しかし科学的な証拠以外にも、事件現場には私たちが注目すべき痛ましい存在がもう一人残っていました。まさにあの日の凄惨な状況を目の前で目撃した唯一の生存者息子の浩平君でした。多くの人々は、この子がもう2、3歳大きかったなら事件はずっと早く解決していただろうと気をもんだりもしました。事件から1年後、3歳の頃に彼はママがあるおばちゃんと喧嘩してたと話し、4歳の時にはコンビニのおばちゃんが入ってきたという表現を残したりもしました。その時期警察はこの言葉に注目しましたが、決定的な手がかりにはつながりませんでした。彼は成長した後、父と共に犯人のモンタージュが載ったチラシを自ら配りながら26年を生きてきたと伝えられています。犯人が逮捕された後の2025年11月2日、彼は次のように心境を明かしました。まだ実感が湧きません。でも母が今からでも少しは安らかに眠ってくれたらと思います。そして次のように付け加えました。なぜあんなことが起きたのか、その理由を知りたいという気持ちで生きてきました。動機だけでも明らかになれば、私たち家族は少しだけでも救われるはずです。彼がこのように26年という長い時間、切実に理由を問い続ける間、父親もまた一瞬たりとも立ち止まりませんでした。
誰もが疲れ果てて諦めようとした瞬間にも事件を最後まではなさず掴み続けていた決定的な人物。まさに被害者の夫、高場悟さんです。彼は妻の死が控訴事項とともに永遠に葬られるのを防ぐため、事件直後から一人戦いを始めました。彼は殺人事件被害者遺族の会空の会の代表幹事として活動し、20年以上記者会見と追悼式に参加してきました。犯人の DNA が確認された事件だけは時効が止まるべきだ。彼のこのような要求派結局社会を動かし、2010年殺人罪の控訴事項は完全に撤廃されました。しかし彼の執念はここで終わりませんでした。彼は26年間名古屋一帯で犯人を探すチラシを自ら配布し、事件が発生したアパートの家賃約2200万円を負担しながら現場をそのままの形で保存してきました。この粘り強い現場保存のおかげで、事件当時に残された血痕は消えず、時間が流れた後 DNA 分析技術と照合環境が十分に整うにつれ、その血痕はついに安福久美子へとつながる決定的な手がかりとなりました。警察もやはり彼の努力が事件解決に決定的な役割を果たしたことを公式に認め、犯人検挙直後、この事件を担当した川田刑事は警察署で彼に直接会い、事件の解決が遅くなって申し訳ありませんと涙まで見せたことが伝えられています。悟さんは長い間最も恐れていたことは何だったのか、こう語ったことがあります。犯人がすでにこの世を去り、真実を永遠に聞けなくなってしまうこと。26年が過ぎた今、悟さんの執念はついに彼が最も聞きたかったあの日の真実と向き合うことができるようになりました。この事件は完全に終わった話ではありません。しかし少なくとも最後まで諦めなかった一人の執念が永遠の未解決事件として残るところだった事件を現実へと引き戻したという事実だけははっきりと残ることになりました。